会の産業まとめ。中国人 YouTuber 今度は干し柿を作る。干し柿起源説を唱える韓国ネット。仲裁してるようでしていない韓国メディア。キムチの起源をめぐって中国と韓国のネットで対立が起きたという話は、最近中国人 YouTuber によって再燃されました。YouTube で1400万人のフォロワーを持つリーツーチーという人がキムチの調理過程の動画をアップしました。この動画にハッシュタグ、チャイニーズクイジーヌとチャイニーズフードをつけたことが韓国ネットの怒りを買っています。韓国からは、キムチは韓国の伝統的な食べ物。本当にムカつくと批判がある一方、韓国の料理を紹介してくれてありがとうというコメントもあります。さらに中国共産党中央政治法律委員会が公式微信アカウントで、リーツーチーのキムチ作りが韓国ネチズンらの袋叩きにあっている。中国は戦わなければならないと投稿したことでさらに批判は高まりました。この YouTuber が先日、干し柿の製造工程をアップしたところ、またしても韓国ネットからは、干し柿は韓国が起源と再び怒りの声が上がっています。これに呼応して中国側からは、韓国がまた中国の文化遺産を盗もうとしている。植民地になった国に自身のことを言うことはできないといった激しい言葉が飛び交っています。韓国ネットからは中国とナチを合わせた新造語、チャイナチという言葉も生まれ、中国を徹底批判しようとしています。そうした不毛な戦いが広がる中、韓国メディアアジアトゥデイは、キムチと干し柿は次元が違う、干し柿に関する中間の議論は意味もない、と警鐘を鳴らす一方で、その論争に飛び込む中国人の責任もある、と、何でも自分のものと増長し続ける中国側に対しても批判を展開しています。編集所官。今回の概要。どうでもいい争い。えぐい中国と怒れる韓国。なんでも韓国が起源ね。はいはい。なんと言いましょうか。呆れるほかないですけど、あくまで両国とも一部の極端な人が言っている話だろうと思っていました。そこに中国政府系機関が口を挟んだので大変なことになっています。当初中国がキムチを起源だと主張したのは、中国政府の犬メディア環球時報が古代主張したもので、それに韓国側が反応したもの。これも中国と韓国の不毛な戦いで、中国が国内向けに過剰な宣伝を行ったものに対して韓国ネットが拒絶感を示したものです。中国の実際の横暴はこんなものではなく、商標権を悪用してブランドを盗もうとする行為が以前から続いています。日本がその最たる被害者でもあるのは皆さんも知るところだと思います。世の中も世知辛いもので、何でもかんでも各国で登録しなければ商標を奪われてしまうような仕組みになっています。中国は松阪牛とか讃岐うどんまで乗っ取ろうとしますからね。もう異常でしょう。讃岐うどんは却下され失敗したようですが、松阪牛は取り消し申請の方が却下され、事実上中国では乗っ取られたようです。他の商標も山ほど戦いの最中です。中国と韓国の戦いはこうしたものとは全く違い、そもそも製法も名前も違うもので争っているのがキムチ。そして中国人 YouTuber が韓国風の製造方法で作ったキムチを中国料理として紹介したところに今回は火がつきました。影響力がある人だから問題なんだろうけど、あの動画を見て世界の人々は中国料理だとか思ったのかな。まあよくわからないんでしょう。キムチ動画は3年前にも上がっていて、これは話題にはならなかったようです。1月9日の動画にもキムチは登場していて、干し柿の動画は1ヶ月前ですね。そして中国はまたしても論理的に中国が起源だと言うんですよね。どうなのか知らないけど筋だけは通っていそう。もはや中国が起源でも韓国の方が有名なんだからそれでいいと思いますが、そうはいかないようですね。日本のラーメンが中国のそれとは全く独自の進化を成し遂げて日本の食べ物と認識されているようにキムチもなればいいんじゃない。韓国も過剰に反応しているのは一部なんだろうけど、メディアが煽っている部分もあると思いますね。韓国は日本には似たようなことをしておいて、自分たちがやられると劣化のごとく起こりますか。まあいいけど。干し柿については韓国が起源だと主張するのはどうかと思いますね。兆候として中国に渡していたから中国にはなかったとか主張しているようですが、
動画の人は紐に吊るす韓国でよく見られる方法を使っていて、カゴに並べる中国式とは違うと韓国人は言っているわけです。日本の干し柿が韓国由来かどうか知らないけど、ちょっとどうでもいいかな。日本人で韓国ネットのように、干し柿は日本起源だと騒いでいる人いるのかな？今から出てくるのかな？その、すべての文化なり起源なりが自分の国から、という考えもどうかなと思いますね。渋柿干すなんて誰が考えついてもおかしくないんじゃない？もうそのうち何でもかんでも中国とか韓国が起源になりそうでゾッとしますよ。品種改良で生まれたソメイヨシノの原木があるとか言い出す人たちだしね。中国に歴史的に虐げられ、いろいろな意味で弟分だと思っていた日本に併合されてプライドがズタズタなんでしょうけど。まあ中国には今でもいいように踏みつけられているから抵抗は必要と思いますが、日本への逆恨みを伝統化するのとかやめてほしいですね。中国に対しては、確かに中国が東北皇帝などと言って朝鮮の歴史を都合よく操作しようとしているようですが、何でもかんでもそれに当てはめて、キムチや韓服、干し柿も東北皇帝だと叫ぶのは行き過ぎじゃないかなと思います。はいはい、すべて韓国が正しくてすべての起源なんでしょ。なんかそういう主張って、中共や北朝鮮と同じじゃない？呆れますよ。ゆるりんって干し柿好きだよね。なんだかおばあちゃんみたい。あ、それは本当に美味しい干し柿知らない人の発言だよ。あ、今なんかバカにしたでしょ。私も買ったりしないけど、美味しいのは本当に美味しいんだってば。前に白雪さんにもらったのもすごく美味しかったよ。ああ、あれね。あれは美味しかったと思う。あんこだよ。柿のあんこ。あれはすごく美味しいというか他では食べたことない感じ。中国とか韓国の干し柿ってどんなんなんだろうね。だから私干し柿について詳しくないから。話進まないね。別に3カ国の干し柿を比較しようっていう話じゃないし。作り方違うの？干すだけじゃないの？違うみたいだね。そもそも柿の木は東アジアにしかなくて、大半は日本と韓国と中国で取れるらしいよ。そういえば海外で見かけないような気がする。干し柿の起源とかどうでもいいけどね。作物を干すってよくあることでしょ？なんで喧嘩腰になるんだろうね。歴史を踏みにじられているとか勝手に思ってるんだよ。迷惑なことに。近くだから仕方ないんじゃない？中国が経済力をつけていろいろ塗りつぶそうとしているのも事実なんだろうけどね。干し柿はさすがに過剰反応かな。日本はいろいろ被害に遭ってるみたいですね。中国も異常だからね。松阪牛とか讃岐うどんだけじゃなくて、有名な名前と見るや何でも先に商標登録しようとするよ。良識がないんだね。本当にそう。ここまで行けば制度の悪用だよ。かといって報復するようなものもないしね。北京ダックとか商標登録し返す？いらないよ。ただの商品名だし。だよね。中国人はそういう風に思わないんだね。厄介極まりないよ。変な国が周りに多くて困るね。大枠で見ると文化圏は同じだけど、根っこからして違うんじゃないかって思っちゃうよ。お米食べたい。どうぞ。買って。買ったじゃん、この前。あ、そうだった。やっぱりお米はいいね。低糖質ダイエットでしばらく食べてなかったけど。ゆるりんちで食べてからすっごい食べたくなっちゃった。いつのかわかんないお米ね。もらい物だったんだよ。古かったの？でもどのブランドのも美味しかったよ。古すぎてほとんど味がなかったけど。美味しかったって、ブランドの違いはよくわからなかったけど。この前買ってみた青天の霹靂はどう？青森のお米らしいけど。すっごく美味しいよ。お米といえばコシヒカリだと思ってたけど、こんな美味しいお米があったなんてって思った。やっぱりご飯いいね。ご飯に納豆。納豆っていつから食べてた？子供の頃から？そうだよ。朝は納豆とご飯。私は大人になってから、健康に良いらしいから食べてるだけ。ゆるりんは納豆をご飯にかけないよね。かき混ぜないし。食べづらいじゃん。変なの。
食器洗うのもぬるぬるで大変になるし。で納豆だけ食べるよね。タレもかけずに、混ぜたりもせずに。それ絶対みんなに変って言われるよ。言われてもいいよ。口の中で菌が活性化すればいいんだよ。別にご飯のお供じゃないから。ああ、納豆ご飯が美味しいのに。混ぜたら匂わない。それも嫌なんだよね。匂いじゃなくて香りだよ。それと熱々のご飯が美味しいの。その上に生卵かけると最高だよ。それで最近ご飯系増えたんだね。もうお米ないよ。うちの話、もう2キロ食べちゃったの？そう。だからまた買っておいてね。はい。